もし信頼しているその人に自分の家族を殺せと命令されたら、遡ることおよそ21年前の2002年3月、ベルギー・ブリュッセル。この日、法廷で被告人席に立っていたのは一人の聖職者。私の家族は今もどこかで生きている。そう、天使が言っているんです。堂々とした立ち居振る舞いでそう語る男の名はアンドラス・パンディ。彼は家族に対する的暴行、殺人の罪に問われていたんですが、そうやって妄言を並べ一貫して容疑を否認していたんです。そして法廷には憎しみをあらわにアンドラスを見つめる一人の女性が。女性の名はアナベラ・パンディ。アンドラスの長女にあたるアナベラは彼に的暴行を加えられた被害者の一人であり、その罪を警察に訴えた張本人でした。しかし後に警察はこの長女アナベラのことも逮捕することになります。なぜならアンドラスに狙われた家族を実際に殺したのは長女アナベラだったから。父親を殺人罪で訴え、恨めしそうに見つめる娘の正体もなんと殺人犯。親子の間で行われる秘密のやり取りとは、実は父親はある方法を使って娘を殺人鬼へ仕立て上げたんです。おざっす。先日高円寺の原田千秋さん店言いましたけんちゃんです。紫染めしました闇やみこです。前からじゃん。驚いたんですけど、インスタ見て。1時間差ですれ違ってて。原田千秋さんの高円寺でやってた個展にね、てっきりみんなは一緒に行ってる一緒に行ったと思ってて。別々に実は行ってたの。闇事は。喧嘩もするけど仲いいんで。はい。引き続きね、アルゴよろしくお願いしますというところで、本日ね、ご紹介するのはベルギーの聖職者が起こした殺人事件なんです。犯人の男は自身の家族を殺害したというね、非常に恐ろしいことをしたんですけど、裁判では白を切り続けたんです。肩書きは聖職者って牧師さんみたいなことでしょ、なのに自分で殺しといて白切る。聖職者の風上にも置けないようなやつじゃない。そうなんです。職業とかなんとなくのイメージって全部意味ねえなって思いません？確かに。しかもね、この事件、犯人の男を告発したのはその男の実の娘なんです。実はその娘にもとんでもない秘密があったんです。不自然な親子関係。遡ることおよそ26年前の1997年10月17日、ベルギー・ブリュッセル。この日、街に飛び込んだあるニュースに人々は騒然としていました。まさか彼がそんなことをするはずはないわ。住民たちが口々に驚きの声を上げているのは、ある男の逮捕をめぐってのこと。逮捕されたその男はアンドラス・パンディ。この町の教会で聖職者として長年奉仕してきた人物でした。しかもアンドラスは数十年牧師教会の要職を任されていた優秀な聖職者。そんな彼の逮捕に多くの人が耳を疑ったんです。そしてアンドラスが問われたその罪状は聖職者として決してあってはならないものでした。彼はなんと自身の家族への殺人の罪で逮捕されたんです。信頼の厚い聖職者がそんな卑劣なことしてたら、もう街の人なんて何信じたらいいか分かんなくなっちゃうんじゃない、こんなの。そうなんですよ。アンドラスを尊敬して教会に通ってた人たちもいたと思うんですよ。そして世間を驚かせる事態っていうのは、彼が逮捕されただけにとどまらない。逮捕後、アンドラスはその罪を一切認めようとはしませんでした。そして裁判での彼の異様な振る舞いに関係者は揃って眉を潜めることになります。私が家族を殺したと何をおっしゃっているのか。私の家族はちゃんと生きてますよ。ほら、天使が家族の無事を教えてくれている。そう、アンドラスはまるで神と通じているかのような素振りで妄言を吐き続けていたんです。そしてこの法廷には、そうやって精神異常者を演じ罪を逃れようとするアンドラスの様子を恨めしそうに睨んでいる一人の女性の姿が。黒髪を長く伸ばしたその女性の名はアナベラ・パンディ。アンドラスの罪が明るみになったのは彼の長女であるアナベラの告発によってでした。私の父は悪魔そのものだったわ。涙ながらにそう語るアナベラ。しかし実はこの1ヶ月後、父親のアンドラスに続きこの長女アナベラまでもが逮捕されてしまうことになるんです。それはなんと実際に殺人を犯していたのが長女アナベラだったから。一体この親子の間に何があったのか。彼らが築いてきたいびつな家族関係とは果たしてどのようなものだったのでしょうか。
大丈夫。新しい街でもきっとうまくやっていける。君やアナベラには絶対に苦労はかけないから安心してくれ。そうやって妻のイローナと1歳になったばかりの長女アナベラに笑いかけたのは当時32歳だった父アンドラス。1959年、この日一家はベルギーブリュッセルの街へやってきました。そう、実はアンドラスはもともとこの国の人間ではありません。この3年前に勃発したハンガリー動乱によりハンガリーから亡命してきた移民だったんです。このハンガリー動乱っていうのはとんでもない規模だったんですよ。そしてこの動乱がきっかけでその後の人生が狂わされてしまった国民が大勢出てしまったんです。一体どういうことなのか、本日のメトラキーワード、ハンガリー動乱について。ハンガリー動乱とは1956年10月に勃発した民衆による暴動。第二次世界大戦後の賠償金支払いや経済政策の失敗で不況の煽りを受けた労働者が政府への反感からデモを起こしたんです。これを受けたハンガリー政府は支援を受けていたソ連軍に鎮圧を要請しました。ソ連軍とハンガリー国民の衝突は約2ヶ月にも及び、その間の死傷者は実に1万人以上。さらに難民となり国を追われてしまった国民は20万人以上にも上りました。自分たちの権利を主張したはずの国民たちの多くがこの争いで居場所をなくしてしまったんです。アンドラスとその妻はこのハンガリー動乱によりスイスへ亡命。そして3年後の1959年、一家でベルギーブリュッセルにやってきたんです。若い頃から牧師を務めていたアンドラスはスイスでの真面目な働きぶりを買われ、名高い神学者から牧師協会への推薦状を得ていました。そのためブリュッセルへ来てからすぐに牧師協会の要職に就き、一家は安定した暮らしを得ることになりました。さらに間もなくして一家には長女アナベラの他に2人の弟が生まれ、一層賑やかになった家族は近隣住民からも微笑ましく見られていたんです。解消のある父アンドラスによって堅実に守られていた一家の幸せ。そんな家族に陰りが見え始めたのは、一家がこの町へやってきた8年後の1967年のこと。おいイローナ、お前は一体どこで子供を作ってきたってんだ。父アンドラスがそう言って指さすのはまだ生まれて間もない次男ゾルタン。そう、この頃アンドラスは妻イローナの浮気を疑い、彼女をたびたび怒鳴りつけるようになったんです。アンドラスはそうやってイローナの産んだ息子を決して自分の子だと認めようとはしなかったんです。そしてついにアンドラスと妻イローナは離婚。イローナは長男と次男を連れ、その家を追い出されることになります。後から思えば父アンドラスが妻に因縁をつけ、息子ともども追い出してしまったのは、この後彼が取る信じがたい行動のためだったのかもしれません。奥さんを追い出すってその家族に絶対必要な人なのに、何のために追い出す必要があるの？奥さんと息子を追い出したら残るのはアンドラスと娘だけなんです。実はここにポイントがあるんです。こうして長女アナベラと2人暮らしを始めたアンドラス。そしてその事件が起きたのは長女アナベラが11歳を迎えた頃のことでした。お父さんどうしたの？その日の晩、自室で眠っていた長女アナベラは部屋を訪れた父アンドラスの気配で目を覚ましました。暗闇の中、ベッドに横たわるアナベラの姿にじっとりと視線を向ける父アンドラス。そしていつもと違う父親のその様子にアナベラが違和感を覚えたその瞬間、アンドラスは信じられない一言を発するんです。お前もいい年頃になった。これから話すのは神による大切な教えだ。いいかアナベラ、父さんに処女を捧げなさい。気持ち悪い。もうそのためだけに2人になって暮らし始めたっていうの？そういうことなんです。普通ね、実のお父さんにそんなことされたらめっちゃトラウマになると思うんですけど、アナベラは違っていたんです。その日以降、父アンドラスは毎晩長女アナベラの部屋を訪れ、彼女と体を交えるようになりました。そしてパパ愛してる。自室を訪れた父アンドラスに向かい甘い声でそう囁いた長女アナベラ。そう、アナベラは最初こそ怯えていましたが、彼女は神の教えだという父のその言葉を信じ、父を従順に愛するようになっていきました。幼少から父アンドラスの宗教観を植え付けられた彼女は世間一般の常識を知らず、完全に父親に洗脳されていたんです。まさかすぎる展開なんだけど、トラウマどころかめちゃくちゃ喜んでんじゃないのよ。聞いたことない状況ですよね。アナベラの洗脳を成功させて調子乗っちゃって新しい標的探し始めるんですよ。恐ろしい男ですよ。腹立つわ。汚れた聖職者。この国に今必要なのは才能ある若者に学びの場を与えてあげることです。大衆の前で熱意をあらわにそう言い放ったアンドラス。彼はブリュッセルへやってきて間もなく YDNAP という若者の留学支援のための財団を設立しました。しかし若者を支援したいというその言い分は当然のごとく建前でしかありません。この町の奴らは騙されやすくて本当にいい。銀行口座の残高を眺め満足そうにそうつぶやいたアンドラス。そう、牧師協会の要職として信用を得て
いた彼の財団には信者からの寄付のほか、国外の指導者からの多額の援助が届いていました。アンドラスはあろうことかその資金を全て自分の懐に入れ、いつしかブリュッセルの街に豪邸を3軒も持つほどになっていたんです。ほんと最悪ね。聖職者として自分に信念を持って働いてるかと思ったら、結局全部お金のためなんじゃない？結局ね、このチャンネルの数字でもある、正義と悪って主観だなを体現するような、多分この男からしたら正義だったのかもしれんしね。自己催眠かかっちゃってんじゃない？気持ち悪いっすよね、本当に。問題っていうのは、アンドラスはなんで3軒も豪邸建てたのかってことなんですよ。娘アナベラと2人だったら、そんなに家いらないじゃないですか。確かにね。ってことはですよ、逆に考えたら、メトナの皆さんだったら、もうお気づきでしょう。ブリュッセルに3軒もの豪邸を建てたアンドラスはいつからか新聞にこんな産業広告を出すようになりました。私は子供が大好きです。だから広い家を子供でいっぱいにしたい。シングルマザーの方はぜひ一度ご連絡ください。アンドラスが子連れの独り身女性を求めた理由は、長女アナベラと彼の関係を思えば明白。ただ実際に何人かの女性がアンドラスの元へ訪れるも、その多くはすぐに出て行ってしまったといいます。そうやってなかなか目当ての女性を迎え入れられずにいたアンドラス。しかし52歳を迎えた1979年、彼はついに3人の連れ子を持つエディット・フィントルという女性と再婚することになるんです。そしてその連れ子たちは偶然にも3人とも女の子でした。ほんと気持ち悪い、全部。ほんと気持ち悪い。本当に気持ち悪いです。もう本当になんか驚くほどそれしか出てこない。何言うかと思ったら同じこと言ってるじゃん。気持ち悪い以外出てこない。そしてここで思い出してほしいのは、長女のアナベラ、お父さんのこと本気で愛していたんで、もしそのお父さんが他の人に目移りしたら、長女アナベラは何をしでかすんでしょうか？愛情の向かう先。アンドラスが妻のエディットと再婚してから5年後の1984年、彼の豪邸には生まれたばかりの子供の泣き声が響いていました。その子供を抱いているのは妻エディットの連れ子の一人、チメア。なんとチメアはママ父アンドラスの子を出産。そう、アンドラスは長女アナベラだけでは飽き足らず、妻エディットの連れ子3人にも肉体関係を求めていました。アンドラスが子供を大勢迎え入れられる豪邸を建てたのも、シングルマザーを妻に求めたのも、全ては連れ子を凌辱したいその欲求のためだったんです。そして実はこのことを良しとしなかったのが長女アナベラでした。あんた一体どういうつもりなのよ。後から来た分際でパパを誘惑しやがって。エディットの連れ子チメアに向かい、鬼の形相で鉄パイプを振り回す長女アナベラ。そう、父アンドラスを本気で愛していた彼女は、3人の連れ子がアンドラスと関係を持っていることをずっと不満に思っていました。そしてチメアが父アンドラスの子を産んだそのタイミングで、ついにその怒りは爆発してしまったんです。危険を感じた連れ子チメアは、生まれたその子供を連れてカナダへ逃亡。さらにチメアの子供は母エディットにはそれまでボーイフレンドの子だと思われていたんですが、チメアが滞在先から手紙を送り、本当の事情を説明。夫アンドラスが連れ子たちと関係を持っていたことを知った妻エディットはアンドラスへ向かい、声を張り上げてこう言いました。あなたを訴えるわ。表では高潔な聖職者を気取り、自身の薄汚い部分をひた隠しにしてきたアンドラス。妻エディットが彼に向かって放ったその一言は、絶対に言ってはいけないタブーだったんです。新しい母さんは俺たち家族のことを裏切ってチメアの味方をすると言っている。許せないよな。そうやって長女アナベラに語りかけた父アンドラス。アナベラは自分から父親を奪った連れ子チメアの顔を思い浮かべ、奥歯を強く噛みしめる。このまま母さんのことを好きにさせておいたら俺たち家族は終わりだ。アナベラ、父さんはお前だけが頼りなんだ。最愛の父親から期待の眼差しを向けられ、アナベラは嬉しそうに頬を緩める。そして次の瞬間、父アンドラスは確かにこう言った。アナベラ、母さん、殺せ。この後、長女アナベラは母エディットとその連れ子アンドレアの部屋へ向かい、2人をハンマーで撲殺。父アンドラスと手分けをして遺体を解体し、薬品で溶かす隠蔽工作を行ったんです。溶かしきれない肉片は食肉解体業者のゴミ捨て場へ行き、その後アンドラスはドイツまで出向き、差出人を妻エディットにした手紙をベルギーの自宅へ送付。その手紙には確かにこう書かれていました。アンドラスへ、あなたにはほとほと愛想がつきました。これから私は娘と2人でドイツで暮らすことにします。殺した妻と連れ子は全員出てったことにしたってことよね。そうなんです。恐ろしく入念な隠蔽工作によってアンドラスは聖職者としての地位を保ち続けたんですよ。周りもまさか聖職者の人がそんなことしてるわけないって思っているし、ほんと先入観って怖いなっていう事件ですよね。ただ彼は一個見逃してたんですよ。長女のアナベラが自分に向けてる本気の愛、それが自分の足を救いかねなかったということなんです。本当の愛情。
アンドラスが妻エディットを殺害した2年後の1988年、アンドラスの自宅へ思わぬ来客が訪れます。あなた、私と息子たちは追い出したくせに今度は出て行った奥さんの子供を育てているって言うじゃない。玄関先でそう叫んでいたのはアンドラスの1番目の妻イローナ。彼女は20代を迎えた2人の息子たちを連れ、元夫アンドラスに苦言を呈しに来たんです。そう、2番目の妻エディットを殺害した後、アンドラスの元には彼女の連れ子がまだ1人残っていたんです。最初の妻イローナは自分たちと2番目の妻の連れ子の扱いが違うことに憤慨していたんです。ただこの時イローナがこの家に怒鳴り込んだことは結果として間違いだったと言わざるを得ません。ことを荒立てられると面倒だ。アナベラ、2年前と同じようにやってくれるな。父からの期待の言葉にまたしても高揚した表情を浮かべる長女アナベラ。この後彼女は父アンドラスと共に母イローナの自宅へ赴き、実の母と弟2人をライフルで射殺してしまうんです。2年前と同じく隠蔽工作は抜かりなく行われました。さらに翌年、アンドラスは2番目の妻の連れ子が自分に不審な目を向けるようになったことに気がつき殺害。最終的に親子は家族の計6人を殺めるに至ったんです。こうして父アンドラスと長女アナベラの愛を邪魔する存在はいなくなり、2人はその後仲睦まじく暮らしていくかのように思えたんですが、とは言っても、アンドラスの罪を告白したのは結果長女だったわけよね。ここからどうやって告発っていう行動につながるわけ？それがこのアンドラスっていう男ね、本当に変わりない男だったんですよ。母イローナが殺害された4年後の1992年、ブリュッセルの警察署には必死に何かを訴える一人の女性の姿がありました。私のママや妹、弟たちはみんな家を出て行ったことになっています。でも実はみんなパパに殺されました。信じてください。そうやって叫んでいる女性はそう、長女アナベラ。残虐な犯行を繰り返すうち、両親の呵責に耐えかねた彼女はついに父アンドラスの洗脳を断ち切ったというんでしょうか。違うんです。続けてアナベラは言いました。私はパパのことを本当に許せないんです。だって私よりも身寄りのない子供たちを可愛がるんだもん。広い豪邸から家族がいなくなったあの後、父アンドラスはルーマニア革命の戦火から逃れてきた孤児を自宅へ迎え入れるようになっていました。アンドラスの自宅でその孤児たちがどう過ごしていたのかは分かりません。しかし長女アナベラの様子を見るに、引き取られた孤児たちもアナベラと同じようなことをされていたのではないでしょうか。ただこの後アンドラスが逮捕されるのは5年後のこと。そう、アンドラスは長女アナベラに告発された後も、家族は世界の各地で生きていると言い続け、一貫して罪を否認していました。自身が立ち上げた財団のボランティアに協力を仰ぎ、家族のふりをして手紙を送らせる徹底ぶりからも、警察もなかなか逮捕に踏み切れなかったんです。しかし結局は長女アナベラの警察への積極的な協力により、1997年ついにアンドラスは逮捕されることに。殺害された家族の遺体は見つかっていないものの、彼の自宅の地下からは20人以上の人骨が見つかり、もはや言い逃れはできない状態でした。こうして迎えた2002年3月6日、アンドラスは家族6人を殺害した罪で終身刑を下されます。この時、共犯者の長女アナベラには懲役21年の刑が下されているんですが、2010年彼女は乳がんを患った関係で仮出所。現在はベルギーの修道院で過ごしているといいます。父親に洗脳され、父親を愛し続けた長女アナベラ。彼女がアンドラスを告発したのは、その他の子供に対する嫉妬心からでした。しかし結果的にアンドラスの過ちを止めたことを思えば、それは長女アナベラの人生で唯一本当の愛情と呼べる行為だったのかもしれません。あんたもうそろそろ母の日じゃない。でお母さんに送るもの決まってんの？当たり前だろお前。何？いや、もう決まってないじゃん、絶対。いや、よかったわね、あんた。八姫茶寮から実は、母の日限定の新茶マカロンのセットが出てる。よかったわ。なぬ？今回は、母の日限定のお母さん絶対喜んでもらえるそのカーネーション付きのメッセージカード。と、4月に採れたばっかりの新茶がマカロンとお茶に使われてる。そういう和の素材をね、ふんだんに使ってるのもセンスあるし、なんか俺のお母さん結構お茶好きなんで。そういう方多そうよね。お茶嫌いな人いないじゃん。いや、今回さ、マカロンふわっとしてて、美味しいし食べやすいじゃない。だから絶対喜んでもらえると思うのよ。でもやっぱり毎度の通りね、前もそうだったじゃない。すぐ売り切れちゃって、コメントで今、売り切れになってるけど、いつ再販されますかってもらってたけど、限りが今回もあるからごめんなさい。気になる人は概要欄と固定コメント見て、早めにちょっと覗いてみてほしいです。